海の日本語新幹線です。毎日30分で日本語のリスニング力をアップしましょう。ここは海外日本語新幹線ポッドキャストです。皆さんこんにちは、エミです。こんにちは、カイトです。会話の中で一番怖い瞬間、それは単語を忘れた時ではありません。違いますよね。はい。相手の話が終わった後、何も言えずにやってくるあの3秒間です。わかります。頭が真っ白になって、ただ静かな時間が流れますよね。海藤さんも外国語を話すとき、こういう経験ありますか？もちろんたくさんありますよ。でも皆さん、言葉がすぐに出ないのは、日本語が下手だからじゃないんですよ。そうなんですか？じゃあ自分の文法とか単語の知識が足りないわけではないんですか？そうなんです。実は、みんな、綺麗に長い文を話そうとして失敗してしまうんです。ですから、今日の私たちのミッションは、完璧な長い文を話すことではありません。長い文じゃなくていいんですか？はい。今日のミッションは、会話を止めないための短い返事をマスターすることです。短い返事ですか？リスナーの皆さんも日本語を話すとき、完璧じゃなくても大丈夫です。今日からすぐに使える短くて便利な言葉を一緒に練習しましょなるほど。でも、カイトさん、短い返事って、例えばはいだけでいいんですか？はいなら私でもすぐに言えますけど。う。そこが一番の落とし穴なんです。じゃあエミ、ちょっと悪い例をやってみましょうか。悪い例ですか？わかりました。私が質問しますから、エミははいだけで答えてくださいね。いきますよ。エミは週末何をしましたか？はい。はい。それで終わりですか？気まずいですね、この沈黙。なんか、すごく冷たい感じがしました。そうでしょう。はいという言葉はもちろん悪くないんです。でも、はいだけだと相手は、それで終わりですか？次はどうすればいいですか？と困ってしまうんです。なるほど。キャッチボールと同じですね。はいだけだと、飛んできたボールを自分のポケットに入れてしまう感じです。エミ、その例えすごくいいですね。まさにその通りです。会話のキャッチボールでは、ボールを相手に優しく投げ返すことが大切なんです。投げ返すんですね。そのために基本的な短い返事を紹介します。リスナーの皆さんも声に出してリピートしてくださいね。少し間を空けますよ。まずは相手の意見に賛成するときです。そうですね。はい、どうぞ。皆さん言えましたか？もう一回いきますよ。そうですね。はい。これなら簡単ですね。次は新しいことを聞いたときです。そうなんですね。はい、どうぞ。そうですねと少し違いますね。もう一回言いますね。そうなんですね。はい。カイトさん、もう一つ有名な言葉がありますよね。なるほどはどうですか？いい質問ですね、エミ。なるほどは自分が理解したときに使うとても便利な言葉です。じゃあ練習しましょう。なるほど。はい、どうぞ。これよく聞きます。もう一回。なるほど。はい。バッチリです。ただエミ、このなるほどは少し注意が必要です。会社の上司や目上の人にはあまり使わない方がいいんです。どうしてですか？なぜかというと、なるほどには、あなたが言ったことを私が評価してあげますよという、少し上から目線なニュアンスがあるからです。それは失礼ですね。気をつけます。なるほどは友達に使います。カイトさん、そうですねとかは便利ですけど、もっと会話を長く続けたいときはどうすればいいですか？いいですね。会話を続けるための簡単なルールがあるんです。それは、短い返事プラス短い質問です。短い返事と短い質問ですか？例えば私が、週末、新しいカフェに行きましたと言います。エミ、どう答えますか？いいですね。どんなカフェですか？素晴らしい。まさにそれです。いいですねでボールを受け取って、どんなカフェですかでボールを投げ返しました。本当に短い文でいいんですね。これなら頭がいっぱいになりません。そうなんです。そして、会話をもっと温かくするために、共感の言葉を使いましょう。相手の気持ちに寄り添う言葉です。気持ちに寄り添う言葉、知りたいです。じゃあ、これもリピートしましょう。まずは、驚いた褒めるときです。へー、すごいですね。はい、どうぞ。へー、すごいですね。感情を込めて言いたいですね。はい、もう一回。へー、すごいですね。
はい。うーん。次は、かっこいい同意の言葉です。中級レベルですよ。確かに。はい、どうぞ。お、確かに。いいですね。もう一回。確かに。はい。うん、これも使いやすいです。最後は、相手の気持ちがわかる時の言葉です。わかります。はい、どうぞ。私この言葉好きです。もう一回いきますね。わかります。はい。うんうん。わかりますって、ただの返事じゃなくて、あなたの気持ち、私にもわかりますよという、すごく優しい感じがしますね。その通りです、エミ。相手との距離がぐっと近くなる魔法の言葉なんです。なるほど。でも海藤さん、もし面接みたいに質問されて、答えが本当に出てこないときはどうすればいいですか？短い質問も出ない、完全に頭がフリーズしたときです。それは緊急事態ですね。エミ、そういう時、一番やってはいけないことは何だと思いますか？泣くことですか？泣くのも困りますが、一番良くないのは黙ってしまうことなんです。無言ですね。はい、何も言わないと相手は無視されたのかなと不安になります。一番冷たい印象になってしまうんです。怖いですね。じゃあどうすればいいんですか？そういう時は無理に答えなくていいんです。正直に少し時間をもらいましょう。お助けフレーズを練習しますよ。お願いします。すぐに答えられない時です。ちょっと難しいですね。はい、どうぞ。これで時間を稼ぐんですね。ええ。もう一回。ちょっと難しいですね。はい。うんうん。もっと時間が欲しいときはこれです。少し考えてもいいですか？はい、どうぞ。すごく丁寧ですね。はい、もう一回。少し考えてもいいですか？はい。言えました。最後は考えながら同意する中級のテクニックです。そう言われると、そうですね。はい、どうぞ。なんか日本語の上級者みたいです。いいですね。もう一回。そう言われると、そうですね。はい。すごい。これなら会話が止まっても気まずきないですね。すごく礼儀正しいです。安心しました。よかったです。では、エミ、これらの短い返事の武器を持って、一番緊張するあの場所へ行ってみましょうか。あの場所って、もしかしてコンビニですか？その通りです。コンビニは一番緊張します。店員さんの日本語がものすごく早いですから。そうですね。じゃあ私が店員になります。速いスピードで質問しますから、エミは短く答えてくださいね。はい、頑張ります。いらっしゃいませ。袋はご利用ですか？お願いします。お弁当を温めますか？大丈夫です。ポイントカードはありますか？ありません。はい、完璧です、エミ。ドキドキしました。でも短い返事でいいからできました。そうなんです。コンビニで長い文は必要ありません。店員さんが聞く質問は決まっていますから、短い返事でキャッチボールができればそれで十分なんですよ。なるほど。無理に長い文を作らなくていいんですね。もう一つだけ、日本旅行でよくあるシチュエーションを紹介します。道を聞いた時です。道を教えてもらった時ですね。ありがとうございますですか？はい。もちろんありがとうございますは言います。でもそれに加えて、もう一言言うと、本当に感謝している気持ちが伝わるんです。練習しましょう。助かります。はい、どうぞ。助かります。もう一回。助かります。はい。ありがとうございます。助かります。これを言うと相手もすごく嬉しい気持ちになりそうですね。勇気を出して教えてくれた相手への最高のプレゼントになりますよ。いやー、今日は本当に勉強になりました。私最初は完璧に話さなきゃって思ってすごく緊張していました。でも、一言で短く返すだけで会話って止まらないんですね。そうなんです、エミ。会話はテストではありません。会話は相手と一緒にいること、一緒に時間を作ることなんです。一緒に時間を作ること、素敵な言葉ですね。ありがとうございます。さあ、今日学んだ言葉が本当に使えるか試してみましょうか。総合実践劇場の時間です。うわー、ドキドキします。頑張ります。いろいろな場面が連続できますよ。はい。まずは、コンビニで買い物をしました。私が店員です。袋はご利用ですか？大丈夫です。コンビニを出て道を歩いていますが、ホテルがわかりません。私が通りすがりの人です。ホテルならあそこの白いビルですよ。ありがとうございます。助かります。ホテルについて日本の友達の私と電話で話しています。今日富士山がすごく綺麗に見えたんだよ。へー、すごいですね。いいですね。私も見たいです。来週一緒に見に行かない？来週はちょっと難しいですね。でも少し考えてもいいですか？完璧なキャッチボールでした。やった。
短い一言だけでこんなにスムードに会話が進むんですね。自分でも驚きました。本当に自然でしたよ。短くてシンプルな言葉で大丈夫です。皆さんは言えましたか？リスナーの皆さんも今日練習した短い一言、ぜひ一つだけでも声に出して使ってみてくださいね。はい、私も次の面接では短い返事でキャッチボールを頑張ります。エミなら絶対にできますよ。応援しています。ありがとうございます、海藤さん。それでは今日のポッドキャストはここまでです。皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょまたねー。う。またね。感谢收看，别错过更多精彩内容。现在就点击订阅，加入我们的日文新干线旅程吧。